明治29年の洪水を境に足尾銅山の初期の設備に批判が殺到しました。特に鉱山の排水設備、さらに梅園設備など現在の工業界で最も重視される設備が多いのが特徴的です。足尾銅山がどのように公害問題を改善してきたか、当時の資料をもとに今回はその建設秘話を紹介してみたいと思います。足尾銅山で最も問題視されていたのが鉱毒水ではなく塩害でした。精錬時に発生する二酸化硫黄によって煙に当てられた木々は枯れていきました。後に山の保水力を奪うことになり、洪水被害を発生させる要因とされてきました。この問題の要因を加速させた設備があります。それが従来の不起所と異なり、ベッセマ精錬法による大型溶鉱炉の導入でした。ベッセマ精錬法は炉を回転させることで搬出を容易にさせるほか、作業を半自動化することができました。また従来の方式と比較して大量の精錬が可能だけではなく、燃焼効率が良いことから良質な銅を精錬することができました。ベッセマ精錬法は明治26年に本山精錬所に導入され、従来の作業を2日間短縮できる成績を上げました。こうした技術改良に伴い出荷量の増加が加速しました。さらに改良が重ねられ、導入時より2倍の成績を上げ、日本独自の研究改良が重ねられてきました。しかし高効率なベッセマ精錬法が導入されると、鉱石に含まれる不純物の焼成量が増大し、これが二酸化硫黄の発生を加速させていきました。こうした塩害問題は初期の予防工事命令では考慮されませんでしたが、洪水被害の要因とされ改良工事が命令されました。それが現在も基礎が残る脱硫装置でした。脱硫装置の導入。従来精錬時に発生する排ガスは作業者を守る観点から煙突によってある程度の高さへ排気されていました。そのため空気中の水分と反応し、硫酸の酸性雨の要因にもなっていました。また煙突の高さが低いため二酸化硫黄が停滞するなどの問題が多く、小滝精錬所一帯で深刻な塩害被害が発生していました。特に小滝精錬所周辺住民から塩害訴訟が提出され、古川は小滝精錬所の閉鎖を和解案として告訴が取り下げられることもありました。予防工事命令では無数にある煙突を大煙突に集約し、ここで排ガス中の二酸化硫黄を石灰で中和反応させる計画が立てられました。当時フランスで石灰による中和処理が発表されたこともあり、これを応用したのが脱硫装置でした。しかし短期間でしかも資金不足のために隣山で操業停止状態の小滝精錬所にまで予防工事を対応することができませんでした。そこで小滝精錬所を廃止して精錬設備を本山精錬所へ集約させて、不足資材などは小滝精錬所を破壊してこれを資材として流用することにしました。しかし当時二酸化硫黄の回収装置は世界的に導入事例がなく、設備に対しての保証は全くありませんでした。そのため足尾銅山独自の設計により研究開発が開始され、明治30年8月からわずか3ヶ月で竣工させました。この脱硫装置は当時の技術力でこれ以上の対策は不可能であると提言されたものでもありました。しかし脱硫装置には大きな欠点がありました。現在の技術とは異なり、液体を噴霧器で混合反応させるのではなく、石灰液をタンクからシャワーのように流すもので、気体と溶液の混合が非常に悪く、20% 程度の除去しかできませんでした。中和処理が確実でないことから、脱硫装置の機能を果たさず、さらに集合煙突を採用したことから、より高濃度の排ガスを丘の上から排出することになりました。
煙突の位置を変更したことから、精錬工場近辺はガスの濃度が低下しましたが、松木集落に塩害が集中し、深刻な被害を出しました。古川は松木集落に保証金を支払い、これが廃村に追い込むことになりました。希釈法の導入。脱流装置、大煙突の竣工により、足尾銅山全体の塩害問題は、松木川上流に集中することで、一時は減少しましたが、抜本的な解決には至っていませんでした。そこで、大正4年に希釈法による塩害防止策が導入されました。大煙突で排ガスが高濃度になるため、排ガス中の粉塵を除去して、さらにこれを再分割させて、送風機で一気に外気に希釈させる計画が立てられました。明治44年に久原工業の日立鉱山で導入された経緯もあり、大煙突から放出される煙は、一定の風速によって拡散され、希釈されていました。ところが、足尾銅山で希釈法を導入したところ、排ガス中の粉塵の除去率が悪く、粉塵を勢いよく舞い上げてしまい、その煙は松木地区を通り越して、中禅寺湖、さらには日光まで飛散し、大正6年に設備は停止することになりました。大煙突による希釈法は、日立鉱山では成功を収めていますが、近隣地区への被害がなくなったもので、どこか遠くで酸性雨として降り注いでいたものでした。つまり、煙突による希釈法は日本各地の鉱山で実施されましたが、抜本的な防止ではなく、濃度を薄めることで、被害を低減させるだけのものでした。さらに、足尾銅山は日立鉱山と異なり、近隣に農地、農村が離散していることから、希釈法で遠方に廃棄をしたとこで、近隣ですぐに観測されてしまう問題がありました。こうした中で、現在でも実用的な方法が導入されました。電気集塵機の導入。電極に一定の空間を与え、これに高電圧を流すと、空気中の電子が移動することで、グロー放電を見ることができます。これを応用したのが、電気集塵機です。電極管に排ガスを流すことにより、ガスに含有する成分を電子の力で吸着分離することができます。現在も火力発電所、焼却場などで導入されているもので、排ガスに含まれる粒子を除去するのに利用されています。足尾銅山でこの電気集塵機が大正5年から導入試験が開始され、排ガスに含まれる不純物の除去は 90% 以上の結果が得られました。そこで、希釈法による煙突を大正6年に廃止して、大正7年から電気集塵機の稼働が開始されました。さらに、研究は進められ、排ガスの温度、湿度に左右されるのがわかると、排ガスに水分を付着させることで吸着作用が増大するなど、古川工業独自の研究も進められ、塩害被害は従来の足尾町全体から松木川に至る一部区間までに抑えることができました。この結果を得ると、直ちに他社の同鉱山に設備が導入され、足尾銅山の塩害問題は大幅に改善することができました。しかし、粉塵は除去が飛躍したのみで、二酸化硫黄の完全除去には至っていませんでした。二酸化硫黄の難点。二酸化硫黄は硝酸と反応させることにより、希硫酸に変換することができました。住友鉱山が稼働を開始した精錬所も、足尾銅山と同様に、二酸化硫黄による塩害問題が発生していました。当初は、石灰の代わりに骨粉を利用し、排ガスの二酸化硫黄と混合させることにより、過リン酸石灰を肥料として販売していました。しかし、世界初となった足尾銅山の脱流装置と同じで、混合率を技術的に多少改良が加えられたのみで、問題の解決には至っていませんでした。この問題を解決したのが、アンモニアによる硝酸法の登場でした。アンモニアを酸化反応させ、これと二酸化硫黄を混合することにより、希硫酸を製造することができました。しかし、この原料となるアンモニアの製造は、製造工程が複雑で、
大正12年に日本窒素が延岡工場を建設したことで、安価に入手することが可能になりました。足尾銅山に硝酸法による硫酸製造が開始されたのは昭和10年でした。これまでの資料には、低濃度な二酸化硫黄の反応は難しいとされていましたが、電気集塵機の改良が続けられ、微粒子と排ガスの分離が可能になり、製造ガスとして排ガスの二酸化硫黄の転用がようやく開始することができました。しかし、主力製品として売り出したものではなく、排ガス対策の一環として設置されたもので、製造された濃度は 60% 前後の希硫酸でした。同じ頃に建設された住友鉱山のペテルゼン式硫酸製造が日本の塩害問題を大きく低減させたとして有名ですが、これは空気中の含有量を 0.2% に低減させたことでした。しかし、足尾銅山はこうした設備がなくても、当初から含有量は 0.6% というかなりの低濃度であった記録が残されています。この低濃度が問題で、二酸化硫黄の硫酸への転用は、当時の技術としてもかなりの困難があったと思われます。これを昭和10年に成功させた足尾銅山は、住友鉱山より高度な技術を駆使した結果でした。自溶性錬法の導入。足尾銅山の梅塩問題を完全に終結させた設備が昭和31年に導入されました。古川工業が足尾銅山の稼働開始から90年近く続けられてきた精錬方法に改革が持ち込まれました。高濃度の二酸化硫黄であれば回収反応は確実ですが、低濃度の二酸化硫黄は空気の含有量が多く、当時の電気集塵機でも 100% 除去は不可能とされてきました。そこで導入されたのが自溶炉でした。自溶炉は一つの炉で銅、辛み、排ガス処理の3工程が可能でした。従来の精錬処理のように溶鉱炉の移し替えは必要ありません。これまでは排ガスを回収して、これを電気集塵機と希釈法を応用して処理が続けられていました。自溶炉の導入により、二酸化硫黄の空気中への離散が少なく、高濃度の二酸化硫黄を直接電気集塵機に通し、モンサント式接触法によって硫酸に転換され、出荷することができるようになりました。従来、塩害問題で対応に苦戦した二酸化硫黄は、ここで製品として処理することで、足尾銅山の塩害問題は完全に幕を閉じました。足尾銅山の塩害問題は、単に反対運動によって対応したのではなく、塩害問題を克服し、これを足尾銅山だけではなく、日本全体の鉱山事業者に塩害問題を克服するために向き合ってきたことでした。しかし、現在の設備の基礎を築き上げたことは、本来評価されるべき内容ですが、公害問題の発祥地という印象が強く、当時の技術が評価されないのが悲しい現状です。この古川工業の自溶炉の技術は、後に日本の塩害防止の精錬技術として、世界中で利用されることになりました。日本各地に多種多様な鉱山は無数に存在します。こういった鉱山は必ずズリと呼ばれる先行処理の際に発生する捨て石をどこかに破棄する必要がありました。そのため鉱山跡の周辺には必ずズリ山と呼ばれる捨て石が積み上げられた風景を見かけることがあります。昭和10年以降はこうしたズリをよそに破棄するのではなく、採掘が終了した坑道内部に充填材として利用する方法も考案されてきました。しかし、大正中期までの鉱山では、先行処理は手作業が多く、鉱石に多くの金属が含有したまま破棄されることが多く、こうしたズリの処理は水質汚染の問題も抱えていました。足尾銅山で最初に予防工事命令が発令された明治29年は、このズリが洪水によって流れ出したことが問題視されました。また、これと同様の意味では、先行処理後の排水に多くの重金属が含有していることも問題視されていました。
こうしたことから古川はズリ、排水に含有する汚泥の処理対策として洪水時に流出しない安全な場所に移動が命じられ、山頂付近、さらには高校を閉塞して堆積地が築造されました。現在でも足尾近辺に多くのズリ捨て場を見ることができます。予防工事命令によってズリ捨て場が移動し、降雨時に渡良瀬川へ流下する量は減少していきました。さらに先行処理時に発生する微粒子の重金属は河川に排水する前に沈殿層で水中に含有する金属に石灰を散布することで浮遊成分を沈殿させ、水と微量の重金属の分離処理が行われました。こうした設備は先行所だけでなく坑道の出入り口に設置され、鉱山からの湧水までのすべての水を対象として処理されてきました。また先行処理も徐々に設備が改善され、より細かく粉砕されることで捨て石の含有量が減少したことで発生を低減させることにつながっていきました。さらに塩害予防の関係から従来の乾式精錬ではなく、粉砕した鉱石を酸性溶液に溶かし、青銅処理と同じく電気青銅法で直接銅を抽出する湿式精錬が導入されましたが、戦火悪化に伴い本稼働に至ることはありませんでした。こうした排水処理は現在閉山になった鉱山では必ず沈殿処理が行われていますが、一度鉱山として掘削を開始した坑道はその排水に異常がなくなるまで長期的な処理が続けられています。足尾銅山には多くのズリが現在も堆積しています。須ノ小橋堆積場は昭和35年に竣工し、大量の選鉱過程で発生する汚泥を長期処理しています。須ノ小橋堆積場の建設前は有越山の山頂付近に汚泥を破棄していました。有越山の山頂付近には現在も砂防建設などにより流下防止措置が取られています。さらにこの谷に流れ込む水はため池に集められ中和処理がされています。当時この有越山は鉱山で処理が困難とされたズリを破棄していました。須ノ小橋の支流に位置する天狗沢は古くから堆積場として利用されていました。予防工事命令が発令された明治34年、山向こうの小滝からの坑道と通道側の坑道の密閉を指示する文章があります。当初は小滝鉱山の分蔵沢にズリを破棄していましたが、これが洪水時に流出し小滝側の使用が禁止されました。そこで小滝側の坑道を閉塞して山隣の天狗沢の坑道も閉塞することで洪水の影響を受けづらい傾斜のなだらかな天狗沢を堆積場として利用することにしました。こうして有越索道が通道から汚泥処理、ズリ捨てのために仮設され、足尾銅山の洪水時におけるズリの流下問題を少しずつ克服していきました。さらに現在は当時のズリに中和処理を施し、掘削することなく処理することも可能になってきました。こうした技術は足尾銅山だけでなく全国の廃止鉱山などの中和処理にも利用され、高濃度の発がん性物質を処理する技術にも応用されています。現在足尾銅山の数カ所にこうしたズリ捨てに利用された堆積場は多く残っています。徐々に自然に戻りつつありますが、地表面が戻るのみで地震などで崩れた場合は問題を再発する恐れがあるとされています。後に数回崩落事故を起こして公害問題として取り上げられたことがありました。しかしこれは足尾銅山が過去に公害被害を引き起こし、私たちが注意深く見ているため、少しでも問題を起こすと公害問題として取り上げる偏見なところがあります。日本の山中には足尾銅山を超えるズリ捨て場が至るところに存在します。場所によっては崩れても誰も問題にしないところも多いです。それ以前に目をつぶる市町村も多いのが現状です。現代の日本は足尾銅山を目の敵にしていますが、
実際は問題が発生すると迅速に対応されています。足尾銅山は日本の公害問題の温床として扱われてきました。現在でも日本人が作成する YouTube などには誤った公害被害を公表する人が多く見られます。今回、足尾銅山が記録していたデータなどを確認したところ、確かに公害被害は発生していましたが、私たちが思い込んでいる公害被害は、創業当時から操業が停止に至るまでの長期間と思われています。しかし、実際は大きな誤解をしていました。塩害被害は明治17年に本山精錬所が稼働を開始した当時、深刻な被害をもたらしました。これは煙突が低いことから、二酸化硫黄が足尾町を覆ってしまったのが問題でした。その後、小滝精錬所が公害被害として一度告訴したことで、足尾町も塩害被害を提示するようになってきました。しかし、電気集塵機が登場して以降は、古川工業で濃度計測が続けられてきました。記録では 0.6% という低濃度のものでした。当時、欧米諸国では 0.8% 以上が塩害問題として認可されてきたものに対し、日本の塩害被害はかなり低濃度のものでした。明治初期の塩害問題と比較すると、かなり低濃度に切り替わってきているのがよくわかります。さらに、驚くべきことは、こうした塩害問題で必ず提示されるのが、銅の出荷量でした。私たちが普通考えるのが、銅の出荷量が多いため、塩害が発生するという浅はかな考えからでした。実際は銅鉱石に含有する銅の量ではなく、硫黄成分の含有量がどの程度であったが重要になります。この問題を言及したのが当時の住友鉱山でした。住友鉱山が経営する別子銅山は深刻な塩害問題が発生しているとして近隣住民から設備の移動を命じられた経緯がありました。その後も何度か塩害問題があると騒がれましたが、職員が被害地区を調査したところ、何も塩害被害が発生していませんでした。こうした内容の事案が、実は日本各地で起きては、硫黄の含有量ではなく、銅の出荷量をもとに公害と騒ぐ風習が根強かったのもあります。足尾銅山も同じで、実際は基準値以下に対し、これが塩害問題であると長年言われ続けてきましたが、現在もこうした過去の誤りが、教育の場で誤りを教え続けているのが現状です。さらに、塩害問題を助長させたのは、実は煙ではなく、新炭利用の大量伐木が洪水被害を招いたもので、塩害ではなかったのも確認されています。私たちが考える足尾銅山は、公害被害を世界最初に食い止めようと、懸命な努力を続けてきた銅山であるのをしっかり認知することが、今の日本、さらには将来の技術向上に必要な教育です。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。